第3回です。今回からバビロン編がスタート。ついに、ジェット側でのシナリオが見れます。ボス大変ですわいな。ストーム、部屋に入るときはノックぐらいしなさいよ。なんだあれこれって。ああ、親父から受け継いだものさ。じゃあこれが伝説のバビロンガーデンの鍵？伝説ってずーっと昔ご先祖様が何かとんでもない宝を隠したってやつですかいな。ジェット編ではバビロン族のお宝を探す話になります。ソニック編とは違った視点で描かれるので、彼らの意外な一面が見れるかも。いいいいじゃないのね、一生のお願い。ウェーブの一生のお願いはもう何回目かわからんわいな。ご先祖様の教えにも一生のお願いは3つまでにしろって。やかましい。ところで何の用だったんだ？それがエッグマンってやつがジェット様に用があるって。用があると言ってこの空賊船に乗り込んできたんですわいな。ちょっとやめてよ。おやおや、お邪魔でしたかな。お前か、俺様に会いたいというやつ。あなたが伝説の盗賊と言われたジェット様ですか。あなたのご活躍は常々聞いております。お世辞はいい。何の用だ？何？風の噂でバビロンガーデンの鍵と言われるものをあなたが持っていると聞いたもので。知らん。何のことだ？そう警戒されなくても私はあなたの味方です。ご存知でしたかな。バビロンガーデンの鍵はひそ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 。なるほど。要はそのカオスエメラルドを集めてくればいいんだ。ここで、あの一件に繋がりますね。もう、この時点で取られるのがバレバレですが。どういう意味だ？俺たちバビロン盗賊団に盗めないものがあるとでも？いいえいえ。ただこやつをご存知ですかな。こいつは地上最速と言われておるソニックというやつです。私も何度かこやつめにひどい目に遭わされておるのです。地上最速だかなんだか知らないが、俺様とこのエクストリームギアさえあれば敵じゃないぜ。ジェットとソニックの出会いはヒーローズ編で描かれたので、ムービーはなく、直接レースになります。コースは、ナイトチェイス、メタルシティのハード版ですね。最初の分岐が大きく変わっている以外は、あまり変わりません。最初は、上に行くと、特にタイプに関係なく抜けられますが、下に行くと、左からスピード、フライ、パワーで分岐します。苦手な人は、スティックを上に入れて上ルートでいいでしょう。壁から降りると、パトカーが走る道路に出ます。着地時ぶつかることがありますが、周期が悪いだけなので気にしなくていいです。その先にもたくさんいるので、うまく LR で位置調整してぶつからないようにします。トンネルから出ると、いつもの広場、今回は、右側の奥の方にあるパイプからチャージして、ジャンプでトリックで飛び出すと、100リングが取れます。ぜひ回収して、1周目のうちに差をつけてしまいましょう。最後のジャンプ台は、メタルシティと同じで、下入力が正解。しっかり決めて、素早く抜けましょう。さて、上ルートだけでは、下に落ちた時、どうすればいいかわからないので、2周目は下ルートを通ってみます。もちろん、自分のタイプに合わせた方がいいのですが、着地時のブーストも含めると、結構、お目当てのラインに行けないことが多いです。そこで、タイプの関係なくおすすめなのが、一番右のパワールート。障害物は破壊はできませんが、インコースなので最速で抜けられる上に、障害物の間隔もそんなに多くないです。中央広場は、2周目は、本来、右の裏道に行きたかったのですが、左のトンネルに行ってしまったので、3周目に行きます。こういう時は、中央に、リングとアイテムボックス、左か右はパイプなので、エアー回収可能。欲しいものがあるところに行きましょう。安全な場所に行くだけでもつまらないので、また下ルートで、今度はグラインド狙ってみますかね。あ、見ての通り、乗れる範囲が狭いので、うまくいかないことが多いんですよね。やっぱりタイプ関係なく、右がいいです。
後ろと結構差があるので、多少慎重になっても、今度こそ右に行きます。ちょいと、右側のピットで補充しておきましょう。グラインドできたれば、エアー足りてたのに。さて、トンネルを出て、すぐの場所、標識はパワーですが、トレーラーのはしご部分でジャンプすると、実は、その上にレールがあり、ショートカットになります。これは気がつきにくい。これなら逃げ切れますね。短めのコースで苦労する人もいるかもしれませんが、100リングを1周目で確保できれば安定して勝利できると思います。分かったよ。とにかく根性で浮いてるってことだな。あ？ごめんなさい。あまりにもおかしくって。あれあら、そのギア珍しいわね。僕がセッティングしたんだ。へえ、素人にしちゃ悪くないセッティングじゃん。でも用心しとくに越したことはないわね。ここで、あの決勝戦の仕込みを行いましたね。これバレないのかと思ったけど、この後、決勝までソニック自体が持って乗り回してたみたいなので、多分、点検なしで決勝まで行ったんでしょう。というか、この時に、3人からもろに見えてないかと思ったけど、まあ、ボードの知識があるのはテイルスだけだろうし、特に気がつかなかったんでしょうね。コースは、レッドキャニオン。その名前といい、音楽といい、セガが協力してたソフトが同時期にあった F0 を思い出すのは私だけ。後半は、ヒーローズ編でやったコースと似たような作りですが、先ほどと同じく、最初のジョンくらいの先が結構変わっています。上と下に分かれますが、上の方が若干いいかなと思います。まあ、フライタイプなので、下でも専用ルート使えちゃうから、あんまり気にしなくてもいいです。上に行く場合は、高い場所なので、下入力に思えますが、実は上入力となっているので注意。滝の方に何か見えますが、パワータイプじゃないと入れないので無視でいいです。飛び上がった後は、ヒーロー編と違って、フライタイプの看板が見えずに、焦るかもしれませんが、そのまま正面に進んでください。裏道から飛行できて、そのまま進むと、大幅ショートカットです。必ず成功させましょう。水車から上がった先の洞窟は、下入力でジャンプして上に行きましょう。ここでエアーが少なくなっていても、トリックと先にあるエアーカプセルで大量に補充できます。大体解説終わったので、ここまで尺が足りなくてなかなかできなかったアイテムの話でも、今作のアイテムボックスには7種類のアイテムがあります。まずは、リングとエアー、ハテナと書いてあるボックスからは量がランダムで、ボックスに触れた瞬間取得できます。固定配置以外では頼りにしにくいものも、出て困るものでもないので、嬉しいですね。次にエクスプロージョン。爆弾がその場で生成されて転がっていきます。よくあるレースゲームの攻撃アイテムと違うのは、取った瞬間にその場から飛ぶので、タイミングや方向を狙って出せないのが使いにくいですね。次はハイスピード。取るとその場で加速します。加速効果は一定時間続きますが、同じく発動タイミングが選べないので、コースアウトの原因にもなる可能性があるのが困りもの。次は、出てくるタイミングがある程度予測できる。下位にいるとき、限定の無敵、10秒間スピードアップ、障害物や他のキャラに対して攻撃判定がつきます。攻撃を受けるとリングがなくなってしまいますが、下位の時は、こういったアイテムで守られることもあるのが嬉しいですね。そして、無敵に続いて、アクションゲームの方でも見かける定番アイテムの磁力バリア。バリアといっても防御効果はありませんが、リングを吸い寄せるため、回収がかなり楽になります。ライダーズは2列並んでいたり、結構速度が出る関係上、綺麗に取るのが難しいので、このアイテムも非常にありがたいですね。最後は、スピードダウン。5秒間最高速度が下がります。かなり厄介。この外れ枠ですが、シリーズ通して存在しており、実は、このゲーム、アイテムに触りに行くのが、結構リスクになる場面も多いです。そこも考えてみるのが面白いとも言えるんですけどね。まあ、CPU 戦に関しては逃げれそうなら、アイテムは触らないのも手です。
ボス、あの赤い野郎に負けちまったわいな。ほんと使えない男ね。違うんだボス。あの野郎ずるしてきっと特別なギアを使ってるんだわいな。何？ギアのせいで負けたって言いたいわけ？私のセッティングはいつだってパーフェクトよ。確かにパーフェクトでしたね。あんたがヘボだってこと。ヘボ？そう、ヘボ。やめんか。それよりも本業の話だ。エッグマンのことだが、どうも奴には裏がありそうだ。そこで失敗の代わりと言っちゃなんだが、冒頭の会話から割と軽めに乗ったと思ったら、ちゃんと疑ってはいますね。まあエメラルドを得るにはエッグマンに乗るしかなかったわけですが。わかりましたボス。なあ、それから何か見つかるまで帰ってこなくていいぞ。はーい。他には厳しいが、ギアと椅子だけは大切にするリーダー。コースは、アイスファクトリー、エッグファクトリーと比べた場合は、破壊できる障害物がとにかく多いです。うまく壊してエアーを維持しましょう。最初のジャンプ台は、下入力で飛ぶと滞空時間が伸びてトリックが良くなりやすいです。一応上に入れても、そんなに問題なく渡れます。ここで飛んでますが、正直そのまま進んでも大丈夫です。直角カーブなので、ドリフトしましょう。再びカーブ、その先のジャンプ台は、下入力が正解です。ただ、下ルートと比べて、トリックができてないと、エアーの回収が、いまいちなルートになるので、エアー補給目的なら、下もありです。エレベーターの場所からリフトエリアに入りますが、上ルートの場合は短いので注意。その分エアーはたまりません。今回は巨大装置は回っていませんが、エッグファクトリーと同じように、実は、装置の間に100リングがあります。少し取るのが難しいですが、なかなかレベルが上がらないときは取ってみましょう。その直後のコーナーは、外側からすぐに曲がると隠し、通路に入れます。できれば、こちらを通りましょう。ただ、難しいので無理はしなくていいです。最後のジャンプ台は、一応上入力が正解ですが、下入力でも、そんなに問題ないです。エッグファクトリーと比べると、落下する場所がないように思えますが、実は、カーブの内側とかに少しだけ穴があります。位置取りに注意。あ、ここもダメですね。あまり外側に行かないようにという実例でした。下ルートに行ってみます。こちらでは、壁沿いに行くと、フライタイプなら飛行ルートに、フライじゃなくてもパイプでトリックして、少しエアーを稼げます。パワータイプの場合は、その先左に行くと、プロペラを破壊しつつインコースを走れます。ちなみに、スピードタイプの場合は、外側のレールを使う必要があるので、ここは、スピードの場合は、来たくないですね。そういえば、ライダーズシリーズにおけるステータスのお話をしていなかったので、今のうちにしてしまいましょうか。とは言っても、基本的なレースゲームのステータスと意味や言葉も大体同じです。一応の説明と、キャラやギアで、どんなステータスが伸びやすいかとかの傾向でもお話できたらなと思います。まずはダッシュ。これは加速ですね。オールスターレーシングでいうところのアクセルです。テイルスのようなフライタイプのキャラや、それ向けのギアで高い傾向があります。ぶっちゃけると、この作品では、相手の近くに行かなければ減速するきっかけは、操作ミス以外ないに等しいので、そんなに重要な位置と思っていません。ほら、こんな感じでブースト出せるので、すぐに速度伸びますし。次はリミット。最高速度ですね。オールスターレーシングでいうとこのスピード、おそらくイメージ通りで、ソニックやスピードタイプと、それらの専用ギアとかで高いです。次に、パワー、耐久度と言われていて、ダート走行や壁とかにぶつかった際の減速に影響します。オールスターレーシングだとない部分なので、一応アクセルですかね。チームソニックレーシングやクロスワールドだと、ちゃんと、このステータスが復活しています。その名の通りナックルズとかのパワータイプが持っているのですが、そもそも、パワータイプの時点で障害物を破壊して、専用ルートで素早く抜けるので、そんなに意味ありますかねこれ。もう1項目あるのですが、説明しきれないので、後で、ヒーローズ編と違い、この後もう1レースします。理由としては、バビロン編はレース数が多いので、前後編で、同じぐらいの時間にするためです。
落ち着けよウェーブ。ジェット様、どうしてそんなに落ち着いてるんですか？いいですか？ジェット様は盗賊団の団長なんですよ。団長なんですから、いつでも。ここの早口、実はスロー再生すると普通に聞き取れます。ここでスロー再生すると動画時間が長いので、まずは普通に聞いてください。次回になりますが、ちゃんと聞けるように編集した音声も用意します。内容はその時のお楽しみです。ジェット様、待ちなさい。まったくもう、私がしっかりしてないとどうにもなんないんだから。コースはホワイトケイブ、クロスワールドで登場確定ですね。ちょうどそちらの紹介映像でもジェットでプレイしていました。見たとき、ストーリーのここを思い出した人は多いんじゃないでしょうか。最初のジャンプ台は中央かつ上入力で飛べるとリングボックスのある足場に行けてちょっと有利です。狙ってみましょう。その先、左側にグラインドレールがありますが、乗り損ねると落ちるので、安定を取るならそのまま正面に行きましょう。岩に気をつけながら左に向かいます。余談ですが、フライタイプの場合でも右のジャンプ台はおすすめしません。飛んだ後少し調整して次の足場に乗る感じで操作難易度が高いです。ムカデから降りたら右寄りに移動しながら進みます。グラインドレールが結構右側ですので、見てから移動だと間に合わないことが多いです。その先のジャンプ台はグリーンケイブと同じで下入力で飛びましょう。解説することが少ないコースなので、前のコースでしていた話の続きでも、ステータスの最後の一つはカーブ、曲がりやすさに影響とは言いますが、このゲームはギミックで移動するかドリフトで曲がるのが大体だから、そこまで恩恵がないように思えます。パワーと同じくあまり気にしないステータスになりますね。というか、全てのギアを見てもほぼ同じ数値で、カーブが最低のステータスの場合でもわずかに外側にずれるかなぐらいで、逆に高いのを使っても劇的に曲がりやすくなるわけでもないです。よって気にしないで良いステータスと言えるでしょう。数値がない場合も存在するステータスが実はもう一つあり、それが意外なことにダッシュです。ダッシュの数値がないか低すぎるとレベルの低いトリックの時とかにほぼ速度がなくなります。こっちは初心者じゃなくてもある程度確保したい意味のあるステータスにはなっていますね。ちなみにない場合は引き換えにリミットの数値が異様に高いためエアー管理ができてブーストも無駄なく使えれば成り立つというなかなか面白いバランスになっています。操作難易度が高いゲームでプレイヤーの実力が出やすいのですが、腕が少し上ぐらいの相手に使ってもらえばハンデとしても機能しそうで、なかなか面白い作りですよね。ちなみに色々のギアの紹介についてはバビロン編のエンディング中にしようと思っていますので、次回をお楽しみに。レースも終盤ですが、せっかくなので今回のおまけで1コースとレーサー紹介です。ちょっと早いタイミングになりますが、バビロン編クリア後に条件達成で解禁できるもう一つのセガコースとセガのゲストを紹介しましょう。おまけスタートです。今回紹介するコースはセガイリュージョン、もう一つのセガコースです。こっちでしか見れない作品もありますよ。使うキャラはナイツ、ギアはオパオパとセガネタ2種を合わせます。ナイツの専用を使わないとモーション見れないのではと思う人もいるかもしれませんが、実はナイツは次回作にも登場します。そちらで専用モーションが見れるので、ネタが同じにならないように、こっちではアタックが変化するオパオパの紹介をしたく選ばせてもらいました。スタートから正面に降りると早速オパオパがいます。パワータイプなら吹き飛ばせるんですが、そんな役回りでいいのか。最初のカーブは外側にグラインドレールあり、手前の方から壁がないため、スピードタイプの場合は飛び乗る際に失敗して落ちないように。ジャンプ台は下入力で上のルートに行けますが、今回は普通に上ルートは短めで途中で合流する代わりにスムーズです。ただしアイテムも手に入らないため下に行く意味も十分にあります。先ほど一瞬映りましたが、オパオパを使っている場合は
攻撃がヘビーボムになります。16トンの重りを相手に叩きつける攻撃です。オールスターレーシングだと採用されてなかったので、このネタが出るのは嬉しいですね。スペースチャンネル5エリアです。モロ星人が出しているビームに当たると吹き飛ばされて、真ん中の穴に落ちるので注意。ただ、真ん中の穴はグラインドレールがあるので、スピードタイプの場合は、大体吹き飛ばされても大丈夫。ハーフタイプのところをうまく走ればビームに当たりません。パワータイプなら台の上に乗れば直接叩いてどかせます。モロ星人に殴りかかれるのはこのゲームだけ。今度は上のルートに行きます。上ルートに行くと光の道ができてスムーズに進みます。リングやエアーに余裕があるときはこっちでいいでしょう。失敗。まあ、ゲージは余裕ありますが、欲張らずに軽めのトリックにしておけばよかったですね。ちなみに、この道の出口に固定でエアーが落ちています。ゲージが余ってたらブーストしておきましょう。スペースチャンネルエリアですが、左と右に分岐しているのに気がつきましたか？左はスピード、右はフライの推奨。スピードは、先ほど話したように真ん中に降りればレールに乗れるので、必須ではなく、フライはハーフパイプから飛び移るので、ちょっと難しいです。パワーはモロ星人を飛ばすだけなので、どっちでもいいです。集中ロケットエリアですが、ちょっと面白い仕掛けになっており、パネルを踏むと自動で移動します。緑のパネルは、どのタイプで踏んでもいいですが、赤パネルは、パワーで踏まないと障害物にぶつかるので注意。まあ、ぶつかっても、リングを回収しつつ進めるので意外と悪くないんですが、わずかに遅くなるので、相手が近い場合は、やめた方がいいです。この下ルートなんですが、タービュランスやジャンプで、うまく黄色いリングに入ると、ナイツの原作再現となる特殊なショートカットになります。今回は失敗してますが、映像を用意したので、気になる人は、右上の方でも見てください。前回のコースでは、アミーゴのリズムマーカーとか、モンキーボールのゴールにも、音とボーナスが隠されてましたが、こんなところにも仕込んであったり、走る上での寄り道も色々としたくなる、いい工夫ですよね。それでは、そろそろレースも終わりなので、ここでご挨拶を。ご視聴ありがとうございました。次回は、バビロン編後編にして、ライダーズのストーリー完結までの予定です。楽しめた、参考になったのなら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。